全然知らなかったです。こんな高いんだ。法律上座っても大丈夫。こっちがヤサスのシステムで、はい。暖房ですね。じゃあ別々、想像以上に広いですね、このバンクです。はい、ということで今回はね、セレンゲティの方をオーナーさんに紹介していただこうと思います。ということで早速ですね、お邪魔させていただきたいと思います。すいません、お邪魔します。はい、すいません、失礼します。あ、これなんか早速ですけど、これドアがなんか違いますね。これって普通にカチャンって、引っ張っていただいて、ちょっと強め。やっぱ一緒ですね。ちょっと強めに引くとこは一緒ですね。いやすごい。初めて。天井高くないですか？高いですね。天井をどう表現していいかわかんないですけど、めちゃめちゃ高い。自分が身長がやっぱ高いので、このぐらいだと助かりますよね。そうですね。僕も180あるんですけど、全然余裕っすよね。そうですね。あとは20センチ。これどうだろう。これ僕を取っていただいた方がいいのかな。で、僕が180あるんですけど、はるかに高い。こんな高いんですね。全然知らなかったです。こんな高いんだ。おそらくですが、乗っていただいた時、ステップが1段なんですね。床が低いんです、セレンゲティは。なるほどなるほど。重心が低いんですね、これ。確かに1段しかないです。だいたい他のキャブコンは2段。2段ですね。なるほど。これは全然知らなかった。最初からびっくり。的にはここのスペース分ぐらい床が低いよ。この穴ありますよね。だいたいここら辺なんですって。確かにそうですね。それだったらなんとなく同じぐらいになりそうですね。なるほど。だいぶ高い。ちょうどここが境にもなってるんですね。そうですね。でここからそのままバンクの高さに行くと。いやすごいですね。想像してたよりも広い。ただじゃあまずこのシートのところから見させていただいてもいいですか？どうぞどうぞ。これはこれ純正ですか？純正です。純正でこの色なんですね。もうすでに。そうですね。なんかオプションっぽい感じの。これ2020年モデルだったと思うんですけども、こういうカラー。へえ。19年モデルですね、うちのは。そうなんですね。いいですね。最初からこの色だったらなんか特にもう変えなくてもそうですね。いいですよね。気に入ってます。はい。ここは基本的にはもうじゃあこのレイアウトで使用される感じなんですかね。はい。で実際使われる時もお子さん2人いますんで2人そうかこのままでいいのか。でもこれ補助席ありますもんね。はい。よく見たら。でこの補助席ってベルトあります。シートベルト。これ乗れるやつなんですか？はい。7人ここに1人座ってそうっすよね。これ幅でかいっすよね。そうですね。私これ大人座れるやつですよね。座れます。はい。私でも。普通に大人座れるサイズなんですね。そうですね。私大きいですけど、座れます。そうですね。僕とあんま変わんないですよね。180ぐらいあります。83あります。そうですよね。面白いですね。なんか結構この手っていろんなカムロードベース、座席ありますけど、補助席みたいな感じで止まった時だけ座れますよみたいな多いですけど、これは本当のもうほぼ席ですよね。普通の席ですよね。ベルトがあるので法律上座っても大丈夫。なので前に2人、テーブル周りに4人と1人で合わせて7人座っていいよ。乗車定員7人ですね。このスペースでいいんですね。だから結構、カムロードベースは本当ここが小さくて、ここに逆に席があるっていうか、そうですよね。ちょっと長いみたいなパターンが多いんですけど、これはこっちなんですね。こっちが長い。面白いですね。なんかなかなかまた違うパターンというか。でも普段はもうシートレイアウトもこのまんま、座席特にベッドにするようなことはあんまりない。基本的にはしてないです。じゃあもうこのままで使用されて、十分ですよね。これだけスペースある。たまに寝たいっていう時は仕方ない。そうですよね。そういう時ぐらいですね。イベント的ですよね。あとはお客さんが乗った時にそうですよね。大人が多い時はという感じですよね。そうですね。このテーブルってドリンクホルダーが4つあるんですね、これ。じゃあこのテーブルだけで事足りちゃうんですね。そうですね。結構カムロードベースあっち側に並んでて、でテーブルはたまについてるのもあればついてないのもあってみたいな。これ足はでも足は同じような形状ですね。そんなに変わらないですね。気がします。
で実際ここをベッドにする時っていうのはこれを下ろすような感じですか？そうです。はい、外して、でここに引っ掛けて、ああ、はい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 。背中のクッションを外して。ああ、じゃあそこは一緒なんですね。そうですね。ちょっと棚の方を紹介してもらってもいいですかね。じゃあでも適当です。なんとなく工具っぽいなとあんま使わないものコーナー、いやでも確かにそういうコーナーあります。うちもそういう微妙な棚ありますもん。コーティングしてもらったんで、どっかやっちゃうとなくなっちゃいそうだから、一応しまったんですね。そうですね。でこれ面白いのが、ここ棚があって、でこっちにもこういうなんかラックというか、そうですね。これ面白いですよね。なんかこういう作りっていうか、まあおかげでそのクリップの扇風機がちょうど引っ掛けられるみたいな。あ、ちょうどいいや。しかもこのベアボーンズのランタンまたこれ引っ掛けてあるっていうのいいですね。なんかこれなかなかちょっとこれおしゃれな使い方ですね。うちのだともうずっとケースに入ってるんで。これこちらの棚がで、この横が少し深い。はい、ここが本棚にしているところで、もう完全に半分子供ですよねこれ。ほとんど子供。そうですよね。もうほとんど取られちゃいますよね。そうですね。お絵描き帳入って色鉛筆入って、でこちらが本棚で、は棚をホームセンターで買ってきて、ああ、はい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 。こっちはじゃああれなんですね、小分けみたいな感じで使われてるような、あ、電池とか、確かに使えますよね。そうなんですね。ちょうど、寸法測ったら入りそうなのが売ってたんで、確かにこれつらつらっすね。結構いい感じでいい感じでぴったりですねこれ。本当ぴったりですよね。この使い方いいですね。こういうのがハマると入ったんでちょうど入れてるよっていう感じで、ありがとうございます。棚はこっちに、これ結構広いですね、この3個。まあでもただ1個はまた見ていただきますけど、まずここは小分けになってるんですねこれ。これ調理器ぐらい入ってますね。そういうことか。これまっすぐに1本じゃなくて3つの小部屋になってるんですね。そうですね。確かに調理器具、うちもここですね。でここは換気扇があるんで半分潰れちゃってる。はいはい。これってダクトかなんかが入ってる。ここから吸っていったのが上に抜けていきます。そうなんですね。これあんまりつけてる方を見たことないんで。これ標準でついてました。なので半分はダクトに持っていかれちゃうけど、それ以外は使えるってことなんですね。そうですね。これが箸箱ケースにお箸とか入れられるのがちょっと入ったなって。でここは食べ物系がやっぱり皆さんありますよね。どっかしらに1個これがあるんですよね。そうですよね。非常食とお菓子と、あとなんかサランラップとか、ジップロック系が入ってるこういう棚必ずありますよね。そうですよね。いやでもこれが実際の使い方だと思うんで、ありがとうございます。でこれごめんなさい、ちょっと先紹介していただいちゃったんですけど、換気扇がここについてるんですね。そうです。換気扇は換気扇で、これか。これって結構吸います？まあ吸います。じゃあもう本当この真下で使うみたいな時もあります。子供が小さいんで危ないなっていうものはここでやったり。そうですよね。うちも確かにほとんどこっち側でやるんで、あんまこっちテーブル側で使わないっていうか。そうですよね。あとここのランプがちょうど結構明るいですねこれ。夜寝る時とかこれだけで寝たりとかします。そういう使い方いいですね。確かにここだけつけとけば一応見えますもんね。そうですね。ちょうどオレンジ系だったので、最初からなるほど。それはなかなか本当使ってる人じゃないとわからないあれですね。ありがとうございます。いいですね。換気扇が純正でついてる。でもこれマックスファンもあるんですよね。マックスファンは今は標準だったかもしれないですけど、この車は確かオプションだったんで。そうなんですね。これ結構あれですね、深いですね、この溝というか。なんか他の車結構ペタンってくっつけてあって、うちなんかつらつらというか。これはセレンゲティや鉄の骨が入っているんですよね。だからもしかしたらここら辺に鉄の骨が横方向に通っている。なるほど。ゆえのなんかそういう設計上の得意性があって、ここについてるみたいな。かもしれないですね。これ珍しいですね。でこの照明かっこいいですよね。この手のキャブコンってみんな高級感がすごいですよね。前回もクレアを撮影させていただきに、クレアもこういう間接照明がダーッと入っててまた違うんですよね、作りが。いやこれはいい。シンクはちなみになんですけど、水って結構使われます？あんまり
水使える場所に行くことが多いので、ああ、じゃあ使うことがあんまりないみたいな。あんまりないですけど、はい今日は水入れてきました。洗い物するかな。じゃあ普段は結構水入れて持ってくか持ってってます？持ってくときは持ってきます。じゃあ水使われる方なんですね。手に入る場所だったらいいかな。あここはキャンプ場だからいらないよね。だったら持ってかないし。あ、はいはいはい。じゃあ結構使い分けで。そうですね。で、まあ動かすと。モーターめっちゃ静かですね。ああ、そうですね。モーターめっちゃ静かで、メーカーによって違いますね。ビルダーさんによって。これちなみに、はい、倒れたりします？あ、いや、そんなことないです。使ってて。これでなんかちょっとここに少し硬くなってますね。ああ、ちょっと触ってもいいですか？はい。あ、本当だ。これあれですね。セブンシーズとかと一緒だ。セブンシーズも止まるんですよ、ここで。で、なんか反動でこうパターン倒れて。結構この手って割れるって皆さんで、セブンシーズの人が全然動かないみたいに言ってて、でもこれも一緒っすね。硬いタイプ。はい、そうですね。へえ、やっぱ違うんだ。それはあんま心配にはならないですね、使ってて。冷蔵庫ってこれは最初からついてました。これ何リッターですか？結構大きい。65ぐらいですか？60台だったと思います。はい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 。まあこんな感じですね。はい。まあここがまあありますよね。はいはいはい。ちょっとこれでもあれなんですよ。うちの車ないんですよ。これいいなと思って。皆さんこれついてるんですよね。そうですね。冷凍室。アイス買う時とかいいですよね。そう、もう皆さん子供いると大体必須のアイテムですよね。冷凍庫。あとお酒大好きな方はロックアイスとかね、はいはいはい。やっぱいいかもしれないですね。でこれは冷蔵庫がもう一個ここも開くので、水のあれがちょうどそこにあるんですね。そうですね。タンクとか、はい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 。ここが比較的気温の変動が少ない場所だと思うので、ガスね、ガスとか、あとまあオイルとか、結構変動が少ない方が嬉しいものは、そうですよね。ここに入れたりして、うちもここです。うちもここが一番無難だなと思って。そうですよね。これで一日の変化を見てるとやっぱ結構夏は結構こういうこれって何ですか？これ買ってきたんですけど、気温と湿度を記録してくれて、1週間のやつをアプリで吸い取れるんですよ。履歴を、グラフを。じゃあ変動を見て、はいね、なるほど、ここは結構暑いのねとか、意外とこの中にいるだけでもすごいですよ。研究した結果ですね。なるほど、こんなのがあるんですね。アマゾンで確かに欲しいです、こういうの。本当どこがどれぐらいっていうのは確かに見たい。そうですよね。1週間保管できるんで、1週間に1回でいいじゃないですか。確かに確かに。Bluetooth だったかな。これらはもう出しっぱなしでも平気な？出しっぱなしでも平気にしてます。マジックテープとか。これ止まってるんですね、よくよく見たら。後ろにマジックテープで、ちょっと今ごちゃっとしてますけど、歯ブラシとか。いやでもそうレガーの方も滑り止めシートを置いてて、その上に乗っけてたんですけど、それで動かないんだと思って、すごいな。車がやっぱ安定してんだなと思って。そうですね。確かにそこにもありますけど、滑り止めシートでもだいぶ違うんです。もううちなんか吹っ飛びますからね。ここの小さなこのラックは純正ですか？はい、純正です。いいですね、これぐらい入ると全然違いますよね。はい、ここで常温でいいものはなんかわかります、これは。これもしかして降りるパターンですか？降ります。これはこうなります。しかもこれ結構フラットっすね。思った以上にきっちり揃ってるんですね。ここまで広いと結構使いやすいですね。これ結構しっかりしてますね。なんかはまる感じの。そうですね。なんかやっぱ違いますね。この手って結構カメロードベースもこの手ありますけど、また作りがちょっと違うんですね。これは使えそうですね、かなり。で広さもあるし、そうですね。キッチンがだいぶ広くなりますもんね。戻す時は外して、これだけ。簡単ですね、これ。結構こういうやつじゃないんですね。ロック式じゃなくてボタンで止めれるんですね。ただそれだけです。いいっすね。これの方が簡単で。これなんだろうと思ったらヘッドレストになるんですよね。これ一体なんだろうと思ってから思ってて、ここがちょっと気になってるんですけど、これってこれあれか、ソーラーのやつですか？そうです。どけましょう。さすがにマスクどけます。ちょっとうるさいですね。さすがにマスク3つはうるさいからちょっと。これはもうソーラーのコントローラーですよね。 MPPT。これはオプションでつけてもらったものです。ソーラーとコントローラーと。
ソーラーちなみに何ワットぐらい入ってるんです確か220だったか？結構違いますやっぱり入ってると。意外とこの間公園ではい電気ガンガンでマックスファンガンガン回して子供と遊んでたんですけど、はいまあ全然変なかったですね。へソーラーでそのぐらいだえ。ったらやっぱ違うんですね。これちなみにこれって何ですか？はい。これサブバッテリーの電圧計でさ、こへれがこの車ちょっと今は確か違うんですけど、ボトルニックがオプションだったんですね。あこっち標準で。なるほど。じゃあちょっとごめんなさい、飛んじゃうんですけど、これは後付けになるんですか？2019年モデルは後付けでした。へ確か今はボトルニックとマックスファンは標準に変わったんだった気がします。なるほどなるほど。じゃあこの時はまだあれだったんですね。あとうちはその展示車って最初がついちゃってたんですね。まあお得ですね。ええそうそう、さっき珍しいところにボトルニックついてるなとは思ったんですよ。標準じゃないからなと思います。なるほど。でこれ上が FF ヒーター。はいそうですね。もうこれはもう必需品ですよはね。い、冬は暖かいですね。でこれもねちょっとハイエースだなと思ったのがこれって走行用クーラーの。そうですね。そうですよね。はいこの感じなんか純正のハイエースにありそうな。そうですね。これ結構冷えます？これ暖房の方ですね。これ暖房なんですか？私も忘れてました。へえ。暖房ですね。じゃあ一応暖房も使えるんですか？使ったことがないですね。これでもあれですよね、走行用のやつですよね。そうですね。はい。あ、確かに赤だ暖房ですね。冷房はこっちに。どこですか？ここにあります。ああ、本当のハイエースですねこれ。はい。そこの多分ダクトもはいはいはい。ハイエースだと思います。そうですね、これはもう普通のハイエースですね。これこっから、冷えます。そうか、ハイエースだとこれがあるんですね。はい。いいっすね。純正でもこういう形になってますもんね。そうですね。この車ハイエースワゴンがはいなので。なるほど、バンじゃないから余計にあれですね。ありがとうございます。なかなか珍しいものが見れたんで。これもハイエースの名残ですね。そうですよね。これルームランプみたいなやつですよね。そうですね。一応これ使えるんですか？ドアに連動して。これは本当だ本当だ。へえ。細かなビルダーさんのこだわりだと思うんですけど、はいはいこれは車の車載のメインのバッテリーから来てます。ああ、サブじゃないんですね。そうじゃないです。じゃあ、はい、メインスイッチ切ってても使えるってことなんですね。そうなんです。それ便利ですね。これちょっと細かなこだわりですよね。それは便利です。ちょっと電装のところでちょっとすごい気になるもの見つけたんですけど、はい、これって何のスイッチですか？これはこれってスイッチですね。すごいですね。家ですねこれ。完全に。そうですね。これキャンピングカーで見たことないですね。このスイッチ。確かに。大体皆さん普通の押すタイプの。そうですよね。緑色のスイッチ。これ面白いっすね。じゃあこれで小分けで消せるみたいな。はい、そうです。ちょっと1個押してもらってもいいですか？どうぞ。これ街灯。外の街灯が。はい。これで消えるんですね。すごい。これ面白いですね。これはもう最初からこれだったんですか？はい、最初からこれです。いや面白いですね。セレンゲティってこうなってるんだ。初めて見ました。確かにスイッチの形。家のスイッチだなと。これ今現状ついてる照明っていうのが、この真ん中のところも含めて、これが今前頭になるんですかね？いやまだつくとこありますね。じゃあ。はい。すごいっすね。真っ白っすね。これちなみにこれも純正でこれが入ってるんですか？純正で、はい。これも最初からだった。すごいこれ。そうっすね。確かになんでここだけクリアなんだろうと思ったんですよ。なんでここだけ素材が違うんだろうみたいな。これ一回消してもいいですか？はい。そうっすよね。そうっすよね。素材がこれですよね。この素材で、最初からこういう作りですね。これは狙ってますね、この作りを。これはでもあんまり普段はそんなには使わないですけどね。確かにこれなんか展示されてるセレンゲティがついてるかもしれないですね。展示用っていうか。やっぱかっこいいですよね。すごいいいですよね。見た目がかっこいい。上はまたちょっと違う間接照明ですもんね。そうですね。こっちはこっちでまた違う感じで。ここでこれスイッチって面白いですよね。ここだけここだけ面白いですね。マルチとかって大丈夫ですか？マルチルーム、はい。すいません、お邪魔します。
あんまりマルチはそんな使われてない感じなんですね。そうですね。でも突っ張り動画見させてもらって、はいはい、縦の突っ張りもいいなと思って。ああ、メタさんのやつですね。ちょうどそう、メタさんちょうどここに突っ張ってますからね。そういうのやったりとか。あと今下にあるのは少し改造で使った資材とかの余りが。ああ、もうじゃあ今ちょうど改築中ですね。そうですね。あとそれをどうやって使おうかなと思って。はいはいはい。これちょっと気になったんですけど、ちょっと床上がってるんですね。へえ。そこはタイヤハウスがあるんですね。なるほど。なんでまあ上には作れないけどちょっとかさ上げしてみたいな。そうですそうです。あ、面白いですね。あとトイレはもう災害用のやつでうちが済ましてます。これ上のベンチレーターっていうかこの窓。はい、それ窓だけ。窓ですか。へえ、面白いですね。これ最初から。それも最初から開いてました。へえ。あ、やっぱこういうところが細かに違うんですね。そうですね。で結構マルチも広いですよね。横幅がありますよね。ドアの作りは一緒ですね。ハンドルは一緒でした。したらじゃあこのリアのベッドのところってこれってちょっとさっきから気になったんですけど、はい、斜めにこれ跳ね上がってるんですか？跳ね上がってます。つまりは大人一人ここで、はい、これでもまあ座れるよね。ああ、なるほどなるほど。いちいち外さなくても。あ、そうですね。確かに。あ、そういう意味で上がるんですねこれ。これ結構簡単にまた。あ、簡単です簡単です。はい。これだけで。あ、本当に上げて下げるだけなんですね。あ、そうですそうです。いや、これ便利ですね。これ跳ね上げいいっすね。へえ。便利ですね。これ考えられてますね。確かに、このまんまじゃ座れないんですよね。そうなんですよ。子供じゃないと座れない。うちもそうなんで真ん中取っちゃったんですよ。じゃあ普段は結構上げとくみたいな。あ、そうですね。ここに座って食べたりとかする時もあります。ああ、いいっすね。そういう使い方いいっすね。また。多い時はね、ここで5人は座れるんですけど。いや、でも確かにここで座れても僕もやりますもん。僕もここ座りますもん。あと今日荷物ありますけど、ここ荷物ない時はここ上げとけば下のベッド広くなるじゃないですか。ああ。そうすると。普段じゃあこれ後ろのベッドってあんま使われてないんですか？あ、いや今日は荷物いっぱい積んできたんであれなんですけど、普段は使ってます。ああ、じゃあ結構上も下も。上も下も。はい。下に次女が寝ることが多くて、上に私が寝ることが多くて、バンクに長女と妻が寝ることが多い。一人でそこで寝るんですね。めっちゃ優雅っすね。めっちゃ優雅っす。お父さん一番生きづらいこの上に行かされるっていうのはもうこれ宿命ですよね。そうですね。また危ないよねとか思っちゃう。そうなんですよね。だったら自分がってなっちゃうんですよね。そうなんですそうなんです。大人だったら落ちないし。あ、これよく見たらそこカーテンあるんですね。閉まるんですか？あ、別々なんですか？へえ。あ、面白いですね。下と上で違うんですよね。別々で。別々に。これ面白いですね。なんだろう、カプセルホテルのあれみたいな。そうですね。面白いですねこの作り。カプセルホテルとか、あとは私は初めて見た時は昔の寝台列車みたいなイメージです。はいはいはい。確かに確かに。これいいっすね。こういう僕もこれ欲しかったんですよ。カーテンがなくてうちはもう明かりがすぐ来るんで。はい。これ個室感あっていいっすね。ちょっとプライベート保てちゃいますよね。で一応上も窓があってなんですね。はい、上と下と窓が。この車は1箇所ずつですね。はいはい。これベッドのあそこですね。はい。端っこについてるやつですね。あれで携帯充電したりとか。はい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 。また扇風機回したいな。USB がもうここについてるってことですよね。これお願いしてつけてもらいます。あ、オプションでお願いすればいけちゃうレベルなんですね、これは。へえ。2段ベッドと両方つけてもらってます。ああ、でこれよく見たら上にこれポケットついてるんですね。あ、そうですね。これは最初からですか？これも最初からです。へえ、わかるわ。これ欲しいんですよね。そう、こっち側ってあんまりないんですよ。皆さん足元側には棚がついてる車とかあるんですけど、なかなか寝る側にないんですよね。メガネとかひょいって入れられる。いいですよね。そう、僕もメガネ普段してるんで、そう最後寝る時に困るんですよ。どこに置くかっていうのが。へえ、ありがとうございます。こうなってるんだ。で、奥様とかはこっちで。はい。ちょっと物がいっぱいなんでどうしましょうか。そのまま引っ張って、あ、そういう感じなんですね。なんか重力重さで引っ張れます。へえ。体重で引っ張れます。ここはこんな感じで。これめっちゃ奥行きありません？なんなら私入ってもいいですけど。めっちゃ遠いっすね。190があるので。こんなにあるんですねこれ。知らなかった。これちょっと
と今まで見た中で一番広いかもしれないですね。入ってみますか。いいですか。いいですよ。そうですよね。183センチの人が乗るとどうなるかみたいな。そうですね。どっち方向にも寝れるんですよ。そうなんですか。まあ高さはそうでもないんですけど。はいはいはいはじゃあどっち方向行きましょうか。垂直行きますか。い。いいですか。垂直で寝れるってすごいですよね。まあ垂直だとぴったり。いやでも183センチでぴったりですよね。はい。普通の人は寝れますよね。寝れます。私たちは厳しいですけど。そうなんです。だから女性3人とか、お母さんと子供2人とかだったら全然いけますよね、縦でも。こっちはむしろまだ余裕があります。そうですね。こっちに寝ることが多いです。はい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 。こっちはそうですね。こっちは全然普通ですね。こうするとかなり余裕が。こっちまで手伸ばしてもまだはいはいはい届かない。そう、奥遠いっすよね。奥遠いです。これは面白い。こんなに奥行きがあるなんて。なんかそんなに正直言ってバンクに広さを見た時はですよ、外観の時は全然感じなかったんですけど、これ想像以上に広いですね、このバンクベッド。そうですね。横も縦もこんだけ広いってなかなか。確か 190×190 っていう表記だったと思うんで。はいはいはい。いやすごいっすよこれ。これはすごい。すいません、ありがとうございます。いやすごいな。あと子供が後ろで2人とも寝てくれた時は、パパとママでここで寝る。そうなんですね。本当その日に。はい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 。いや子供絶対楽しいっすよね。どっちでも寝れるっていう。個室は個室で楽しいらしいし。でもやっぱりお母さんと一緒に寝たいとか。でこっちは2階ですからね、今度2階は2階で楽しいですからね。すごいですね。これ183センチの人が立ってる室内じゃないですよね。本当に余裕がすごい。このハイエースってなんかエアサスがついてるというとんでもないものを。ここの下に入ってるんですか。ここの下にミットがあります。へえ。面白いですね。こんな感じで。もともとはサブバッテリーを入れるため。いいですよ、そんなもの。はい。こっちがエアサスのシステムで、はい。こっちがサブバッテリーですね。じゃあちょうど分かれてるんですね。右と左でこう分かれてて。エアサスすごい。キャンピングカーのエアサスは僕初めて見たかもしれないです。純正エアサスとか、コースターベースとかはありますけど、なかなか後付けのハイエースですごいですね。なんか入れるのちょっと大変らしいんですけど。確かに。ちなみに今コントローラーってあります。はいはい。コントローラーが。これがなるほどなるほど。これでまず結構音が。これ不思議ですね。さっきあんまり音しなかったのにやっぱこの防音効果結構あるんですね。そうですね。びっくりしました。あれこんなうるさかったかな。じゃあ入れてみましょうか。この音っすね。エアサスは大体この音っすよね。僕このイメージが強いんで。そうですよね。でこれで高速道路だったら上げたりとか。あとは寝る時も上げてもっと上げたり。多少やっぱ硬くした方が揺れないっていうか。揺れるの減ります。そういう使い方もできるんですね。すいません、ありがとうございます。一番準備するのに大変であろう場所を。ちゃんとあれですね、真ん中に板がちゃんとかましてあるんですね。直接行かないようになってるんですね。そのおかげか意外と遮音効果がよくわかりましたね。すいません、ありがとうございます。はい。じゃあこれこんぐらいですよね。今の音ぐらいですよね。今の音が本当です。この子って展示車だったので、イベントの展示車だったんですよね。これも後からつけてもらったのと、この樹脂のパーツ。これですか。これドレスアップパーツみたいな。これはもうビルダーさんでその展示会用に初めからついてたと。そういうことですね。確かにこれ後付けっぽいですもんね、この形。そうなんですよ。こことここはついてたって気がしますけど、何かステッカーがとにかくオプションでついてる。じゃあその辺は展示車だったので、たまたまもう最初からついてた。オン装備でってことですね。標準ではないものがついてますね。これ電源はここなんですね。コンセントがここで。これベースはワイドミドル、スーパーロンですか。スーパーロンドのミドル。ワイドミドルなんですね。でそれを仮装してるタイプってことですよね。こんな風に上がるんですね。電気つけましょう。つけた方がいいですか。電気がついてるんですか。ちょっとだけあります。一箇所だけ。でも全然見えますね。でも結構入りますね。思ったより。
IGT ってはい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 。それを積んで、これプラスそのランドロックも入ってたんで、まあ積みすぎて怒られました。いやすごい、こんなに入るんだ。結構奥行きありますね、思ったより。そうです。それは多分525だからと思います。ああ、その分長い分ってことですね。これが垂直方向に入りますよね。わかりやすいですね。カーゴが入るってことですもんね。そうです。いやすごいすごい。結構入りますよね。そしたらその最後にこの車を買って良かったなって思うポイントを教えていただければと思うんですけど。そうですね、ハイエースベースにしたのは走行性能の高さに惹かれた。ベースが違いますもんね、そこはやっぱり。そうですね、元からワイドのボディに仮装していってあげてるので、安定性が高いのかなっていうのが選んだ理由ですね。今回このちょっと僕冒頭に聞くの忘れちゃったんですけど、キャンピングカー自体は初めての購入になるんですよね。そうです。でハイエースとかそういうバンとかも今まではミニバンは使ってましたけども、ハイエースはないです。じゃあもう本当まるっきり初めてというか。初めてです。でやっぱりそこのハイエースベースっていうところに、走行性というところで一番入っていったような感じですかね。そうですね、やっぱりこの家族で使う車なので安心して運転したいなとか。そうですね、安心買いっていうところは大きいですよね。そうですね、車じゃなくて使ってみてよかったのはやっぱり子供たちが楽しそうな楽しそうっすよね。本当楽しそうっすよね。2階はあるし個室はあるし。ちょっと意外だったのは、なんか寝るところっていうイメージがあったんですけど、リビングっていう意味でもダイニングとかリビングっていう意味での日中の利用も意外と楽しいぞ。寝る時以外というか、確かにそうっすね。その辺もちょっと想像とギャップですよね、ある意味で。逆になんですけど、これを買ってここだけがちょっと想像と違うぞ、こうして欲しかったなとか、なんかそういうポイントってありますか？そうですね、エアコンがないんですよね。家庭用エアコンで、オプションにあったんですけど、つけないで様子を見たら、思った以上に大変だったそうなんですよね。うちもないんで高所めっちゃ探しますよね。そうですね、断熱性がいいって聞いていたんですけど、そのおかげで夏エンジンの熱が断熱されちゃう熱を測っていたんです、赤外線ので。なるほどなるほど。全然下がんないんですよね。5、6時間経ってもまだ35度以上フロアが熱を放っている。断熱が高いっていうのは、いいことばっかじゃないのかな確かにそうっすねちょっとでもその辺はあれですもんね。やろうと思えば変な話仮装はできちゃうことだから、そんな大きなデメリットというかあれではないっていう。そうですね、これからはもう FF の時期になってくるから。そうですね、じゃあそこまで大きなあれはないっていうような、もう本当ただエアコンがあればいいかなぐらいの、そうですね、後付けできるレベルで、すいません。じゃあ今回ですね、本当急にお願いさせていただいて見せていただいてありがとうございます。また本当今回ね、こういった動画を撮らせていただいて、多分また見たいっていう方が今後も増えてくると思いますので、ぜひそういった方にも見ていただければと思いますので。ということでですね、今回はですね、こちらセレンゲティの方をオーナーさんに紹介していただきました。今回の動画は以上になるんですけども、またですね、こういったキャンピングカーオーナーズのレビューをしていきたいと思いますので、今後もぜひ動画の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この帽子を持ってる人僕初めて見たんですけど奥さんがこれ可愛い。マジですか？これちょっと衝撃が僕もこの色が欲しかった。いや、いいっすね、この色か。こんな感じなんだ。実物初めて見たんですよねありがとうございます。ちょっとママに後で色。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。